盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回のテーマは水やりで初心者がやってしまう失敗3選ということで、水やりすごく大事なんですけども、その中でもちょっと初心者がやりがちな失敗を3つにまとめてみました。いっぱいね気をつけることはあるんですけど、とりあえずその3つが特に大事なんでないかなということで、はい、じゃあまず早速1つ目いきます。よいしょ。水をかけるタイミング量が適切でないと。水かけの一番大事なとこはもうこのタイミングと量なんですね。もうなんぼ水いっぱいやってください言うても毎日2回とか3回水かけがいる気に1回だけたっぷりやるんでやっぱちょっと良くないと。ただ逆に言えば、1日3回もかけてます言うても霧吹きでシュッシュッシュみたいなのを3回やっててもやっぱダメだと。だからタイミングと量がしっかり適切でないと水やりはいい水やりとは言えません。はい、でそのタイミングもねじゃあどういうタイミングでかけたらええんかっていうのが意外と難しいんですけども、それを一つちょっと方法に、これ盆栽、よくある苗物のうちの自家生産ですけども、これちょっと掘ってみるんですね。1センチいかん程度ですかね。ほんでここが湿ってたらまだ水やりしなくて1センチも掘ったらダメだな。もうほんとちょっと掘るぐらいで、そこが湿ってたらまだ大丈夫と。そこが乾いてたらもう水をやった方がいいと。だからちょっと掘ったとこが乾いてて、そのすぐ下が湿っててもちょっと掘ったぐらいのとこがもう乾いてたらもう水やってもいいです。だいたいねこっから下ぐらいは結構いつも湿ってるんですよ。だいたいね普通に水をやってたら。ただ水かけが極端に少ない場合なんかはもうここすらも乾いてきてもそれは枯れるだろうという状態になるんですけども、だいたいもうちょっと掘ったとこが湿ってたら水をやると。だから思いっきり掘ったらね、これをなんなら思いっきり掘ってまだ湿っとるかってすごい掘りすぎてたら、いやそれはもう当然湿っとかないかん場所ですから、そこまで深く掘ったのタイミングとしてはいけないですよと。ちょっと掘ったとこが乾いてたらタイミングですと。だからそれが夏なんかで言ったらもう1日これぐらいのサイズだったら1日2回は最低必要だったりします。でうち今これ撮影の日が2021年8月1日なんですけども、もうそういう猛暑の中、もう今日もすごい日光がありますけども、こんな中はかなり乾きやすいんで、もうほんと1日2回は絶対なんですけど、うちだったらその時にはだいたい10時と3時とか、9時と2時とか、1回目午前中1回目の時間に合わせたその水やりがタイミングになってくるんですけど、例えばいつも9時と14時、9時と2時ばっかりやってる、朝の9時と昼の2時ですねやってたとしても、その日の晩雨が降りましたと。で次の日の朝9時の時には乾いてないだったら10時ぐらいにやろうかとか11時やろうかとか、そういうふうにずれてくるんで、そのずれたらまたそのずれたまんまで次またすごい猛暑になれば日光ガンガンの猛暑になればもうそのずれたんでその次の日行ったりもするんですね。それで11時にかけて、夕方の4時にかけて、ほんで次の日は11時にかけてまた4時になるか、それがちょっとずれて10時になる、10時と3時みたいになるかとか、そんな感じで結構気をつけながらはやってます。でそうですね、水のやりすぎみたいなんじゃあどういうとこで見たらええかっていうんでね、簡単なのがちょっとあるんです。これすごいここに栄養取られて結構乾きやすい状態なんですけども、これと同じようなんでこの長いの取ったらここが水分がなくなるんで結構湿りがちになるんですね。で湿りがちになったらどうなるかというと草が生えるんです。これ結構毎日同じぐらいのタイミングで水やってたんですけども、これ草抜いてないです。生えてないですそもそも。だから結構ちょっと乾きがちだったんかもわからんですけど、これぐらいになるんです。で
同じように水かけたらこの子が湿りがちで草が生えると。だからこういう子がいると、そうですね、ちょっと一緒にこう置いて一緒にかけるとなったらこの子だけがちょっと水が多いんかなと。だったらまあ離しておいとくとか、こういう子ばっかりで固めといて、乾きやすい子は乾きやすい子だけで固めとくとか、そういうのをやった方がいいかもわからんですね。はい、一つこの草の生え方も自分がやりすぎてるなとかいうそういう指標になるんで、生えてたらちょっとやりすぎぐらいなんでちょっと今までより抑えるだけでいいんですけど、生えてないのはもう結構乾きすぎの場合もあるんで、これの手前ぐらいは皆さんかけてもいいかもわからんです。この草がちょこちょこ生える程度の手前、ここまでいったらかけすぎかもわからん。この手前ぐらい狙うよね。ここギリギリ狙うとね、こっち行くと枯れるんでね、ここの量のここぐらい狙うみたいな、ちょっと生えるぐらい、はい、そんな感じに思っていただけたらいいかなと思います。はい、じゃあちょっと次2つ目、雨に頼りすぎと。でまあ当然盆栽外に置いとくんで、雨の中とか晴れの中とか風の中とかいろんな状況あるんですけども、雨が降ったから言うて今日もう水かけいらんわと思ってもいい日もあれば、もうにわか雨というかね、ちょっと1時間ぐらい降りましたと、大丈夫かなみたいな風に、どうかなっていう風な日もあると。要はその雨ってね、優しくねさらっと降るんでね、意外とここに雨水が当たってもしっかり中まで吸い込まれずに、もう当たった瞬間蒸発みたいな時もあるんですね、特にあったかい時期なんかは。だから雨が降ったから水かけやらんとこと思ったら意外と乾いてたっていうのがあるんで、そういう微妙な日数がかさむとね、何日か続くと、水が足らなくて枯れるみたいなのもあるんですよ。だから結構ね5月ぐらいに枯らす人見たりしますね。温度はそうでもないんだけど、定期的にね5月ぐらいだったら雨が降ったり止んだりですけど、その中でちょっとしか降らない日、5月そんな雨降らないか、西日本だったら。でもちょっとの雨で安心してそのまま水かけをほっとくとかすると結構枯れると。夏のね台風なんかのどさっと降る雨だったらね結構効くんですけど、ちょっとね優しい雨なんかほんと油断しない方がいいですね。でその雨と水かけの水の量ってすごい差があると思うんですけども、ちょっとイメージで、例えば水かけの水やりなんか言ったらもうこうドバーッとねやりますけど、これ結構もうこれぐらいやりますよね。ほんでやめると。だと多分まあまあな大雨と変わらんと思うんですね。でも雨ってね大概こんななんだろうな、もうこんなさらっとした感じ、もっと細かいですかね、こんな感じでさーっと降って終わりみたいなね。ここにあんまりこうやってこうやると溜まりますよね、水がね。雨そんな溜まらないですよね。だから意外と染み込まない場合が多々あります。なんで雨には頼りすぎず水をやってくださいと。はい、で3つ目なんですけども、よいしょ、盆栽のサイズを考慮してないと。でこの盆栽なんか割と小さめですけども、もっと大きい盆栽もありますわね。で同じそうですね、盆栽ってその水がこの中で根っこから吸う量が吸って乾くみたいなのあるんですけども、その小さいともう吸って乾くと同時に勝手に天気の良さで乾いたりするんですよね。これぐらいで鉢が木に対して大きかったらかなりいいんですけど、そうですね、こういう小さいのもう木に対して結構鉢が小さかったりしますけど、こんなんだったらもう木が吸う以前に勝手に乾いたりするんで、だからこれとこれだけでも水かけの頻度がだいぶ変わります。これが2回でいけるとこ、これが3回とかで、それをね
例えばこれなんかまだ小さい方ですけど、もっと大きい盆栽だったらその木が吸ってもその鉢自体がでかいんで、勝手に天気がカンカン照りでも鉢の容量で持ったりするんですよ。でもこんなんと一緒に置いとったら、こっちのなかなか乾かん子と一緒にこうかけてたら、この子ばっかりが水かけの頻度が少なくて、こっちがもう日に1回で済むとこの子も日に1回で済まされたりすると、この子はやっぱ調子悪くなります。だからできたらね、めちゃくちゃ水のいる子はこっちの方、あんまりいらない子はこっちの方って分けた方が、水やりとしては分かりやすかったりしますね。だから特に暖かくなってからですけども、できたら乾きやすい子と乾きにくい子は別々に水をやった方が水かけのその間違いっていうのは少なくなると思います。それが大体、気をつける3つのことなんですけども、とにかく水やり、冬場はまだいいんですけども、かけすぎたらね、こういう葉っぱがね黄色くなったりとか、五葉松だと葉っぱが長くなったりしますけど、慣れないうちはもうかけなさすぎよりかはもうちょっとかけすぎぐらいでちょうどいいと思います。とにかく水が切れたら枯れちゃいますけど、かけすぎるのはちょっと状態がちょっと悪くなる程度なんで、慣れないうちはかけすぎぐらいでやってください。それぐらい大事な水やりの作業なんで、とにかく盆栽で多分一番枯れる確率が高いのはその水やりの失敗なんで、特に今回の動画はお役に立てていただけたらなと思います。では今日は以上ということで、松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録お願いします。